ねえきなこ、最近 NVIDIA の株めっちゃ爆上がりしてるやん。あれって GPU がバカ売れしてるから？確かに GPU は売れているわ。でもね、2026年に入って NVIDIA はもう単なるチップ会社じゃなくなったの。チップ以外に何やってるの？ NVIDIA って GPU 作って売る会社じゃないの？自立型 AI エージェントの OS 作ったのよ。 GTC2026 で発表したオープンエージェントプラットフォームっていうの。エージェントの OS？ なんそれ、めっちゃ気になるやん。 AI 用の Windows みたい？イメージとしては近いわね。でもね、これが GPU ビジネスを何倍にも膨らませる仕掛けなの。待って待って、それもチー株買った方がいいやつ？今日はそれ全部教えてくれるんよね？今日は NVIDIA の大転換を徹底的に深掘りするわね。最後まで見てくれたら嬉しいわ。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよエージェントの OS というよりもっと広い概念なの。 NVIDIA の進化の歴史を振り返ると分かりやすいんだよね。歴史？僕、歴史の授業は眠くなるタイプやねんけど。大丈夫、4段階だけなの。まず第1段階 GPU 並列計算の王者としてゲームや 3D 描画での圧倒的シェアを誇るよ。NVIDIA といえばグラボってイメージやもんな。第2段階はCUDA AI の計算に GPU を使う開発基盤で開発者450万人超、累計 4.5 億ダウンロードなの。450万人？それもう一つの国レベルやん。このCUDAという囲い込みが NVIDIA の強さの核心なの。第3段階は NIM 推論マイクロサービスなの。また新しい呪文が出てきた。 NIM は AI モデルを API として即座に呼び出せるようパッケージ化したサービスなの。企業は面倒なセットアップなしに AI を使えるよ。そして第4段階2026年からのエージェントプラットフォーム自立型 AI の基盤を NVIDIA が提供するよ。ちょ待って、整理するで高速道路作って ETC 端末作って今度はドライブのコーチまでやるってこと？完璧な例えなの。道路、端末、コーチ全部 NVIDIA の生態系で完結する。これが今起きている大転換なの。ジェンスン・ファン CEO はこう言ってるよ。データセンターはファイル保管庫からトークン生成工場に変わったと。トークン生成工場？なんかかっこええ響きやけど、どういう意味？データを保管する場所ではなく AI が言葉や答えを生み出す工場に変わったという意味なの。需要が爆発的に増えるよ。でもさ、気になるんやけど NVIDIA ってこのソフトウェア基本無料で配ってるんやろ？商売下手くそちゃうん？鋭い質問なの。そこに NVIDIA の通るブース戦略という秘密があるよ。これは次のセクションで詳しく解説するね。ではオープンエージェントプラットフォームなの。実は3本柱の構成なの。3本柱？なんかお寺の柱みたいやな。どんな柱なん？ 1本目はオープンシェル自立型 AI エージェントを安全に動かすためのランタイム環境なの。しかもアパッチ 2.0 ライセンスの完全オープンソース。誰でも自由に使えるんだよね。ただで使えるん？ NVIDIA 太っ腹やな。2本目は AI キューブループリントエンタープライズ向けの深層リサーチエージェントの設計図なの。ランググラフという技術をベースにしていて複雑な調査タスクを自動化できるんだよ。ラングラフ？なんか難しそうな名前やな。大丈夫、今は名前だけ覚えておけば OK だよね。3本目は根本ロンさんオープンソースの軽量 AI モデルファミリーでナノ、スーパー、ウルトラの3サイズ展開なんだよ。オープンシェルと AI キューブループリントと根本ロンさん、この3つでプラットフォームなんやね。そしてここからが驚きなんだけど、発表と同時に17社のエンタープライズが即採用を表明したんだよ。Adobe、Salesforce、SAP、ServiceNow、G-Mens、パランティアが名を連ねてるよ。ちょっと待って。なんで大企業がわざわざ NVIDIA のソフトを使うの？自分たちで作れるでしょ？大企業なんだから。いい質問だね、モッチー。答えはシンプルで AI エージェントを企業内で安全に動かす仕組みがなかったからなんだよ。
特にオープンシェルの仕組みが画期的で、この安全に動かすの正体こそが次のポイントなんだよね。安全に動かす仕組みって具体的にどういうことなん？オープンシェルの革新はプロセスの外側でセキュリティを強制する仕組みなんだよ。プロセスの外側？もう頭が痛くなってきた。大丈夫、順を追って説明するね。まず従来のやり方から。今まではシステムプロンプトで機密情報にアクセスするなと指示するだけだったの。でもこれプロンプトインジェクションでハックされたら一発で終わりなんだよ。オープンシェルはランドロックとセックコンプ、ネット NS を使ってカーネルレベルで物理的にブロックするよ。毛づくろいしたくなってきた。あ、もしかしてブラウザのタブみたいな感じ？各エージェントが別の部屋で動くやつ。そう、その通りなの。完全隔離されたサンドボックスで動くイメージだね。でもハッカーが悪意のあるプロンプトを仕込んで、その AI にデータを外のサーバーへ送らせようとしたら。ネット NS の出番なの。エージェントのプロセスは外部への通信経路が物理的に存在しない状態で動くよ。そもそも送れない構造なんだよ。それからプライバシールーターという機能で機密データを自動で仕分けしてくれるよ。機密度の高いデータはローカルのネモとロンモデルで処理するんだよ。一般的なデータはクラウドのフロンティアモデル、データレジデンシー要件も自動で満たせるよ。さらにシスコ AI ディフェンスやクラウドストライクファルコンといったセキュリティ製品とも連携するよ。そんなガチガチのセキュリティ使うのめっちゃ高そうやん。それがアパッチ 2.0 ライセンスで無料公開されてるんだよね。太っ腹だよね。次は AIQ ブループリントを見ていくよ。読み方は IQ でディープリサーチを支える設計図だね。 IQ？ なんか頭良さそうな名前やな。中身はランブグラフというステートマシンで組まれていて、調査の流れをノードで分岐させるんだよ。オーケストレーションノードが司令塔で、浅く調べる担当と深く掘る担当のエージェントに役割を振るよ。ほう、チームで手分けするんやな。ところでディープリサーチベンチって何なん？ AI がどれだけ深く調べられるかを測る試験のようなものなの。難しい問いを投げて回答の質を比べるよ。AIQ はディープリサーチベンチ2の両方で精度ランキング1位を獲得してるよ。両方で1位ってめちゃくちゃすごいやん。二冠王者やんか。さらにタビリーというリアルタイム検索と連携して最新情報もきちんと拾えるようになってるよ。そしてここが大事。フロンティアモデルとネモとロンを併用することでコストを 50% 以上削減できるよ。コスト半分って企業からしたらかなり助かるやろな。で、そのネモとロンってのが今日の主役の一匹？はい、ネモとロンさんはナノ、スーパー、ウルトラの3階層で用途に合わせて選べる軽量高性能モデルなの。中核のネモとロンさんスーパーは1200億パラメータの MOE なの。120億がアクティブ、25兆トークン学習済み。コンテキストは100万トークン。ざっくり1万ページ以上の文章を一度に読み込めるイメージだね。1万ページを一気読みて、それ自分の会社の中で動かせるんやろ？もう図書館丸ごと買えるやん。でもさ、ここまで聞いてて思ったんやけど、結局無料で配って儲かるん？ただで配ってたら商売上がったりだろ。おやつ代どこから出るねん。いい質問だね。答えはハードウェアのコモディティ化を防ぐためなんだよ。もし AI が API を叩くだけで動くなら、裏側の GPU が NVIDIA でも AMD でも関係ない。これがコンピュートユーティリティ化の罠。 GPU が電気みたいな扱いになってしまう。ああ、そうなったら一番安い GPU 買うだけで済むもんな。値段だけの勝負になる。そうなんだよ。そこで登場するのが私が勝手に呼んでる通るブース戦略。高速道路、つまり GPU だけを売ってても他社に迂回路を作られたら終わり。でもその高速道路の ETC、 CUDA だね。そして信号、オープンシェルまで管理したら、開発者がオープンシェルや AIQ の便利さに依存すればするほど NVIDIA 製 GPU の需要が固定される。わかった。要するに NVIDIA のルーターを全部通さんと動かん仕組みってことやん。出口で料金取らんでも入り口でがっちり握っとけば離れられへんやん。その通りなの。料金は出口ではなく GPU を買うその瞬間に取る設計なんだよ。ソフトはただ。でもそのソフトが動くのは NVIDIA の GPU の上だけというわけだね。つまりCUDAとオープンシェルを使えば使うほど NVIDIA 依存が深まる仕組みになってるってこと。
そうなの。開発者が便利さになれるほど NVIDIA のハードへの需要が固定されるよ。これが囲い込みの本質なんだよね。うわ、完璧な設定やな。でも本当にそれで儲かってるん？数字で見たい。で、きなこ、戦略は分かったけど数字で見たいんだ。本当に儲かってるの？待ってたの。FY2026 通期の売上高2159億ドルなの。前年比プラス 65%。2000億ドル超え、日本円で30兆円オーバーやん。しかも94単体のデータセンター売上は623億ドル、前四半期売上681億ドルのおよそ 91% を占めてるよ。もうほぼデータセンター一本足打法やん。ゲーミングのおまけみたいになっても打てる。そしてここからが本題。 FY2026 通期のノンギャップ粗利益率は 71.3%、 94だけ見ると 75.2% なの。71% って、それってすごいん？半導体って原価高いイメージやけど。そこなんだよ。純粋なハードウェア会社ではまず届かない水準。ソフトウェア企業と肩を並べる利益率なんだよね。CUDA やライブラリといったソフトの価値がチップの値付けに乗っているからこそこの数字が出るんだよ。でもこの利益率、AMD とかが激安 GPU を出してきたら崩れない？競合に追われたら下がるんじゃない？短期的には下がる可能性もあるよ。でもCUDAの再構築には10年かかる。ハードソフト双方の囲い込みが強みなの。ああ、わかった。もうチップ会社ちゃうやん。これソフトウェア帝国やん。その通り。ハードの皮をかぶったソフトウェア帝国、それが今の NVIDIA の正体なんだよ。ハードとソフトの両面で市場を抑えた企業は歴史上ほとんど存在しないよ。それが NVIDIA の真の強さなの。しかも向こう3年で AI インフラ需要は1兆ドル規模の先行発注が見込まれていると会社は説明してるよ。1兆ドル？もう数字が宇宙規模だな。この先何が起こるのかマジで気になるよ。なるほど。つまり NVIDIA は今まさに AI 時代のインフラを全部握ろうとしてるんやな。ここからが本題なの。 AI エージェント市場は2026年に 109.1 億ドル規模、前年比 43% 増で急成長してるよ。100億ドル超えの市場が 43% 成長ってもう完全に均衡やん。 NVIDIA の恐ろしさはどの AI エージェントを使っても収益が必ず NVIDIA に流れる点なの。どの AI サービスが1兆トークン処理してもほぼ全て NVIDIA 製 GPU を通るよ。最終的に NVIDIA へ代金が流れる構造なの。 AI で誰が勝っても最後に笑うのは NVIDIA ってことやん。それもゲームのチートコードやん。オープン AI もアンスロピックも Google も結局 GPU 使うから NVIDIA にお金払うってことか。じゃあ結論、俺らエンジニアは NVIDIA のエコシステムに乗るのが正解なん？現実的な答えを言うよ。エンジニアとしてはエコシステムを理解した上で選択するのが正解なの。オープンシェルや AIQ は本当に便利なので使いたければ使えば良いんだよ。生産性は確実に上がるよ。でも実際オープンシェルとか AIQ を使いこなせるエンジニアとそうじゃないエンジニアって差がついてくるん？絶対に差がつくよ。 AI エージェントを安全かつ効率よく扱えるスキルは今後に3年で最重要スキルの一つなの。ただし依存リスクは必ず理解しといてね。これがいわゆるベンダーロックインなの。ベンダーロックイン、後から抜けられなくなるやつやんな。怖いな。だから選択肢を知っておくことが大事なんだよ。 MD の 6M や Google の TPU という代替も存在するよ。なるほど。便利さを使いつつ選択肢も持っておく。これがエンジニアの生存戦略ってことやな。今日のポイントを整理するよ。 NVIDIA は GPU 会社から AI エコシステムのプラットフォームに変わったの。オープンシェル、AIQ、根本ロンさんが自立型 AI の基盤を担い、通るブース戦略で GPU 需要を守るよ。 GPU、CUDA、NIM、エージェントって全部つながってるんだな。完全に長期計画通りに動いてる気がするよ。そう、NVIDIA は10年単位で布石を打ってきた会社なの。今日見てきた全ての製品はその大きな絵の一枚一枚のピースなんだよね。 FY2026 売上2159億ドル、粗利益率 71.3% という数字がこの戦略の成功を何より証明しているね。いや今日はめっちゃ勉強になったね。 NVIDIA の戦略ほんまに奥深いな。
うちの飼い主さんも毎日 AI 使ってるのに、まさか NVIDIA にこんな依存してるとは知らんやろな。そんでな、スーパーサンクスで投げ銭してくれたら、ワイのおやつ食えるからマジで頼むで。ひまわりの種。もっち、また始まったね。動画の最後にそれ言うの、もう定番になってるけど。でも見てくださった皆さん、本当にありがとうね。チャンネル登録と高評価もお願いするね。ほな次回もよろしくな。バイバイ。参考になったら高評価、いいねしてくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。